どうも、世界エヴァンジェリストの坂本です。タイ全県制覇チャレンジ13県目はこちら、スタンブリー。バンコクのちょい北にある県です。今回の目玉はこちら、ドラえもん寺院。なんか、この県、ドラえもんだらけのお寺があるらしいんですよ。異国の地になぜって感じなんですけど、それでは Vlog 入ります。シーロムの自宅からグラブタクシーで約30分、バンコク南バスターミナル最大前に到着。こっからバンでスパンブリに行くつもりやったんですけど、がっつりチェンとのことだそうなので、とりあえず朝ごはんグイッティアオルアー。豚の血を使ったスープなんですけど、不思議と甘みがあってうまいんだなこれが。1時間半遅れです。バス電車の遅延、タイじゃ日常茶飯事だぜ。そして無事スパンブリーに到着。大通り沿いで降ろされたんでバスターミナルまで歩くぜ。タイの地方あるあるでバスターミナルか電車の駅まで行けばトゥクトゥクとかタクシー捕まえれること多いです。なのでライドシェアアプリが使えない県だった時はまずそこへ向かってくださいね。てなわけでトゥクトゥクをチャーターのはずが、よくわかんねえけどなんか待たされてます。なんか別のおっちゃんが別のトゥクトゥク持ってきて乗り換えました。ようわからんけど、ただ運転手のおっちゃんは一緒。お詫びに水くれたんで、まあよしとしましょう。まあマジで謎やったんですけど、タイじゃ日常茶飯事だぜ。まず最初の目的地、ウートン国立博物館に到着。実はスパンブリにはタイの古代王国、ドバーラバティ王国の遺跡があって、そこで見つかったものが展示されている博物館です。ドバーラバティ王国についてはナコーンパトムの回でも紹介しましたよね。忘れた人は見返してね。僕らが思っているよりもはるか昔から交易を通して世界はつながっているんですね。これは法輪、仏教の教えを表すシンボルです。こちらは別の県にあるドバーラバーティ王国の遺跡のマップです。ドバーラバーティ王国は現代のタイの中部から北部、そして東北部までにかけてかなり広い範囲を支配していたと考えられています。魔を退けるゴーマインが多数派のアユタヤ以降に比べてドバーラバーティ王国時代のブッダは結構いろんなポーズのバリエーションがありますね。ここに写っているのはどれも1000年以上前の作品です。この像、よーく覚えておいてくださいね。どちらかといえば平たい顔でまぶたや唇が厚いのがドバーラバーティ時代の彫刻の特徴です。アユタヤの回の映像で出てきた仏像とかとぜひ見比べてみてくださいね。同じタイでも時代によって実は結構特徴ちゃうんですね。おもろいですほんまに。
やっぱブッダもアユタヤ時代とは一味違いますよね。博物館の外にはラオスにルーツを持つラオソン族の家屋が展示されていました。ちなみにドバーラバーティ王国とは全く関係ありません。ラオソン族がこの地にやってきたのは19世紀以降のことで、ルーツはラオスにあります。当時ラオスはタイの支配下にあり、多くの人々がラオスからタイへ強制移住させられたんだそうです。ラオソン族もその一部です。そして博物館からちょっと行ったところにドバーラバーティ王国の遺跡がたくさんあります。こちらは第13遺跡、仏塔の基礎部分が残っている遺跡です。これ古代遺跡あるあるなんですけど、もはや一個一個に名前とかついてないんですよね。なので Google マップであらかじめピン立てておいて、運転手さんに自分で指示をして回ってもらうって方法がおすすめです。番号を言うだけだと向かってもらえへんのでね。第14遺跡、これは9世紀から10世紀頃の寺院の遺構のようです。このウートンの遺跡においてはかなり大規模なので必見です。こちらは第3遺跡、仏塔なんですけど、さてよーく覚えといてって言った像忘れてませんかね。あの像が見つかったん実はここなんですね。博物館と遺跡セットで回るとこういう楽しみ方があるんですよね。続いてやってきたのはワットサンパシュー。ここはある理由で日本人の間では知る人ぞ知る珍スポットになっているお寺です。ただの立派なタイのお寺にしか見えませんよね。ところが見えてきたのは、そう未来の世界の猫型ロボット。しかも日本人にはおなじみ見ざる聞かざる言わざるのポーズです。ちょうど僕も同じ色しとったんでね、記念に撮っときました。著作権とかガン無視です。タイじゃ日常茶飯事だぜ。そしてお堂の中の壁画にもドラえもんいっぱいおるらしいんで、皆さん一緒に探してみましょう。ここにおる編集さんが加工した映像を見返してて今気づきました。嘘やん。当日全然気づかんかった。むずくない？めちゃめちゃむずない？サイゼリヤの間違い探しより見つからへんねんけど。なんかでもドラえもん以外さああったしかもなんかほんまにいっぱいおるんと思ったら妻が2体目見つけたんですけど、わかるかーい。地獄の豪華に焼かれとるドラえもんも発見しました。なんかみんなあんま辛くなさそうなん気のせい。アングリーボールと、まあここまで1時間ぐらいかけて探しましたけど、もしかしたら他にもあったんかな。ドラえもん探すのガチで難かったっすね。
頭使ってお腹空いたんでストリートマーケットのクンクライ市場へ。タイのちまきバチャーンを召喚。めっちゃ具だくさんで1個でもそこそこお腹膨れます。バスターミナルへ戻りバンへ乗車。バンコクの自宅へ帰ります。以上スパンブリーでした。意外と見どころ多くないですか？バンコクから余裕で日帰りできるんで、ぜひ皆さんバンコクを訪れるときね、セットで行けるかどうか検討してみてください。そんなスパンブリーの公開ポイントはこちら。バンサームチュック100年市場。実はスパンブリーには僕が最後の方に食べてたバチャーンっていうおにぎりありましたけど、あれとまた別でカオホイバイブアっていうまたおにぎりがあるんですって。ハスの葉でくるんでるらしくて、スパンブリーの名物料理なんですけど、これのめちゃめちゃ有名な店がサームチュック100年市場にあるんですって。今回行けなかったんですよね。正直タイで今んとこ一番後悔してる食い逃した料理これなんですよ。カオホイバイブア。いや今んとこタイで逃して一番悔しい思いしてるのこれです。食べてみたかったっすね。まあバンコクでも食えるらしいんですけど、やっぱスパンブリーで本場でね、次は絶対食べたいなと思います。というわけで次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ショーステよ、食べてよ。